私はユーナ。現在、保険の外交員として働いています。きっかけは、ママ友のまなみさんからのお誘いでした。はじめは、保険の勉強をするだけでお金がもらえるし、資格を取得したら辞めてもいいと言われたので、他のママ友数人と一緒に受講しました。しかし、いざ資格を取得してみると、保険会社への入社を強く勧められてしまい、断りきれずに働くことに。夫も、まあ、合わなかったら辞めればいいよ、なんて軽く言っていたので、試しに働くことにしてみました。保険の世界は厳しいとは聞いていましたが、うまく契約も取れず、このご時世は日中に働いている人も多いので、プランの見直しを進めたくても会えずじまいの日々です。契約を取るか、お客さんがプランを見直すなどして点数を稼がないと、私たちにはお給料がありません。そんな時、まなみさんから LINE が届きました。お疲れ様。働いてみてどう？お疲れ様。やっぱり大変だね。なかなか契約が取れなくて。そうだよね。私も初めはそうだったよ。でも、契約とかプランの見直しをしてもらわないと、お給料につながらないから頑張らないとね。家計のためにも頑張るよ。でも私、明日せっかく会えそうなお客さんがいるんだけど、帰ったら子供が高熱出しちゃって行けなくなっちゃったんだよね。こういう時って上司の田中さんに相談して誰かに代わりに行ってもらうの？そうだね。じゃあ私が代わりに行ってあげようか？田中さんに伝えておいてくれればいいから。本当に？それだとすごく助かるよ。でもまなみさんの仕事もあるのに迷惑じゃないかな？そんなことないって。困った時はお互い様だよ。ゆうなさんがまだこの仕事を始める前、私が残業だった時にうちの子を預かってくれたお礼だよ。本当にごめんね。ありがとう。申し訳ない気持ちが大きかったのですが、この時の私はまなみさんの優しさに本当に感謝していました。でもすぐにこの考えが甘いことを思い知らされたのです。翌日、本当にまなみさんは私の顧客のもとに行ってプランの見直しをしてくれましたが、その分の点数をなんと自分のものにしてしまったのです。このことは一緒に働いているママ友の一人が、まなみさんがゆうなさんの顧客のところに行って点数が稼げたって喜んでいたと教えてくれたことで発覚。もちろん仕事を代わってくれたことに感謝はしているものの、私の顧客なのにという思いがありました。散々迷いましたが、私はまなみさんに連絡をすることにしました。まなみさん、この前は私のお客さんのところに行ってくれてありがとう。子供の熱も下がってよかったね。ちょっと言いにくいんだけどさ、私のお客さんがプランを見直したって聞いたんだけど、その分の点数ってどうなったかな？もちろん私がもらったよ。一応私が担当しているお客さんなんだけど、まなみさんの点数になっちゃうのかな？だって私が代わりに行ったんだよ。点数もらうくらい保険の世界では当然だから。でも他の人が同じように行けなくなった時に田中さんが言ったけど、点数はちゃんとその人のものだったって聞いたよ。田中さんは本社から来た社員だから点数とか関係ないのよ。でも私たち外交員は固定給があっても点数を上げなくちゃお給料がプラスにならないんだから、頑張って稼がないと。ゆうなさんはそんなんだから営業成績も良くないのよ。わかった。ありがとう。これ以上何か言っても無駄だと思い、私は諦めるしかありませんでした。まなみさんが言うことも一理あるのかと思い、一緒に働いているママ友たちには黙っていましたが、まなみさんはその後も同じことを何度も繰り返しました。やはりみんなさすがに点数を奪ってしまうのはフェアじゃないと感じており、フラストレーションはたまる一方、まなみさんはみんなからクレームを言われるたびに、あなたたちの営業成績が悪いだけと連発するので、次第に距離を置かれ始めました。しかも今になってママ友グループのみんなを保険の勉強会に誘っていたのは、それも点数につながるからということが分かりました。私もけなされたみたいで悔しくて、復讐することに決めたのです。数日後、
私はまなみさんを除くママ友グループでお茶の時間に、ものすごい大口契約が取れそうな人がいるんだよねと大声で話していました。実際にその保険に加入したいという方はとてもお金持ちで、会社を経営していることもあり、億を超える契約が取れる可能性がありました。みんなは口々に羨ましいを連呼します。私が行きたいけどこの日は義母から呼び出されててどうしても行けないんだよねと言うと、すかさずまなみさんが代わりに私が言ってあげる、こんな時こそ協力しなきゃと割って入ってきました。私は本当に用事があったので笑顔で代わってもらいました。そしてまなみさんは無事に大口契約を私から奪い取ったのですが、後日、ちょっとゆうなさんのせいで仕事が解雇になったじゃない。ちょっと何を言っているか分かりませんが、どうしたんですか？私がこの前取った大口契約の相手、やばい人だったのよ。もしかして矢のつく人ですか？私知りませんでしたよ。嘘つかないでよ。契約が取れた後に田中さんが調べたら、現役だったから契約が解除になって、そんな人を加入させた私はもう雇えないって懲戒解雇になったのよ。だってそういう危ないことをしている人を加入させたら外交員を辞めさせられるかもしれないって保険の勉強会の時に習いましたよね。確認しなかったんですか？うるさいわね。図星なんですね。つまり確認もせずに大金に目がくらんで一人で突っ走っていったってことじゃないですか。何よ、私でなければあんたがそうなるところだったんじゃないの？でも私は契約時にしっかりと確認しています。まあ保険以外にも仕事はたくさんあるので、いい再就職先が見つかるといいですね。そう、私の復讐とは危ない世界の人だと知っていて、まなみさんが契約を取るように仕向けたことです。でも契約を取る際にちゃんと確認していれば、彼女だって保険に加入できない人だと気づいたはずです。前々から上司のもとにも素行の悪さがリークされていた人だったので、解雇はあっさりと決まったのだとか。まなみさんが辞めてからというもの、職場はみるみる平和になり、今はみんなで協力しながら仕事を頑張っています。